年はようしけますね。1番目。1番目はこちらおらず。お、カニがついにやわら。3番号離して脱皮っすね。さすが。遅れてってもやっぱ時期にはそういう個体が現れるんですね。一番目良かったのは赤ゲタと大量のチヌでした。カマスおりました。珍しい。いるんですけどレンジが違うから入らないんですよね。よくね網に刺さってましたけど、最近全然見んなと思ってました。久しぶりに見ました。何年かぶりかに。よく塩焼きにして食べてましたけど、これまたあんまり美味しい魚ではないですね。パサパサした感じの魚です。さすがに棒を開けるともう3番号離してるんで、これ今離したばっかりでしょうね。軽い。脱皮してないだけまだマシか。これが誠に美味しいですよね。お、ナイスナイス。あ、これは重いな。これも重い。でももうさすがに入ってないでしょうね。あ、これなんかありそうだけどな。ありそうやな。なんか重いもんな。ちょっと移動したいと思います。ずーっと一本振りでまっすぐやりましょう。レアがいい。おお、惜しすぎる。あ、でもすごい。素晴らしかったです。やっぱこう日が滲んだ時はね、冬でも夏でも夕間締めはいいですね。大好きですね。だったらもう名古屋風が結構見えるようになっていいことです。何年か前にこれ何万匹で死んだんですよね。潮目に沿って死体が流れてましたが、それでもねあれだけ死んでまた復活するなんて。
チェックしとかないと。ナイス。よいしょよいしょ。今日まだ1本しか歯も見てなかったんで、いや、門開けたらいきなり歯もこんなおらんくなるからいうぐらいおらんくなってますけど、やっぱ上りになって入るんかなと思いましたけど、今上りになったんですけど、これから入るんかもしれないですね。それがナイスなんですね。2つ目のオンガネやりました。上りの方がいいですね、やっぱり。もう一瞬からこっち完全に上りの方が良くなりましたね。ないか。ナイス。ダブルじゃねえですか。これはナイスでしたね。これにしてもしんどい。これはいやよこっちでもいない。でも女で見ない。拾えるナイス。見えなかったけど面まで、さっきの大きいのとこれちっちゃいのはセットなんですよね、お互い。片袋ほどけてたんで、もう撮影せんでええわと思ったら、ちゃんとしてた片袋がスーパーキャッチしてくれました。すごかった。なんやかんや。どちらにしても上りの方がやっぱ圧倒的にですね。さすがに疲れてきました。偉い。おお、よかった。拾えるじゃないですか。仮に見ると一瞬だけ疲れが飛びますね。しかも入っとる。気づかんかったけど、いつの間にかもう一匹2枚も入ってるやつか。一瞬だけ疲れが飛びました。本気でバテました。ちょっと小さい。おお、ギリか。しかもでっかいのが。入らん時間かと思いましたけど、入りましたね。よかったですね。あとちょっと頑張りますと、あともう少しで帰ります。チワザメやん。最近久しぶり見んと思ったらまだおるんすね、この海に。これすごかったじゃん。見えたよな。青数星や。
ではラストです。今日はもう本当にヘロヘロです。前半がきつすぎました。よいしょ。お、ナイス。おまけのカニ入ってないか。2つも車海まで。よいしょ。ないか。まあこれが通常かな。よいしょ。撮影時に貼るぐらい良かったです。よいしょ。では帰ります。お疲れ様でした。ヘロヘロ。お疲れ様でした。この間が前回の撮影の時がこの夏のピークに思ったんですけど、更新いたしましてゴチだらけ。2分も多いけどね、今日。やったね。だいたいナスの量って7月が一番良くて、8月にこう下がっていくんだけど、7月があんまり良くなくて、8月入った瞬間尻上がり。珍しい。初めて、9年間でこんなこと初めてですね。ちなみに9年から前はこっちっていうのはこんなにいませんでした。全くおらんことはないけど、これほど織り出したのは9年ぐらい前から、私の記憶が確かならなんか夏って言ったらオスの狩りとかジャコ拾ったイメージだったけど、あと赤ゲタ、あと立秋になってから明らかにちょっと海変わりましたね。昼の人があんまりちょっと狂乱らしいもんな、こっち。そうなんだ。あと下り潮より上り潮の方がようなったし、もう立秋周りから変わるもんじゃった。もう今年は明らかに変わったな。驚きです。今日もギリギリに帰っておりますので、急いで頼みます。カニはこの間の撮影の時と同じぐらい。あとなんと今日はヒラメが生きてます。今んとこ。急ぎましょう。皆さん今日もハードワーク大変お疲れ様でした。じゃじゃーん。長屋梅酒やってみました。2000いくらだったと思います。でもなんかもう箱もなんかすごいしね、こんな色も美味しそうなんでついつい買ってしまいました。いただいてみたいと思います。美味しいに違いない。甘い。すごい甘い、まったりとした香りです。いただきます。うまい。2000いくらと思いません。これでいいんじゃないのかというぐらいの3年熟成らしいですね。本格梅酒。本当にめちゃくちゃうまい。味はですね、かなり濃いめ。きついぐらいです。アルコール分は 15% って書いてますね。いただきます。うまい。めちゃんこうまいです。ちょっと炭酸入れすぎたな。味濃いから炭酸多くてもいいと思ったんですけど、炭酸は少なめがいいようです。長屋梅酒、もちろんこれと飲み比べてみたいと思います。山崎梅酒、目玉飛び出るぐらい美味しいんで、本当に5分ぐらいだったらはっきり言って長屋の勝ちですね。値段も違いますしね。山崎梅酒は5000円。ちなみに22000円のやつがあるんですよね。視聴者さんが教えてくださったんですけど、買おうかどうしようか悩みながらよう買わんすね。22000円はちょっとこれ注ぎながら思いますけど、長屋の方がやっぱりまったりしてますね。こっちの方がさらっとしとるな。山崎の方が色からもそんな感じですもんね。もう飲み口もまったり甘いとろっとした感じでは山崎、もう全然違う。別格やな。飲み比べたらもうはっきり分かります。もう全然レベル違う。もう圧倒的。
もう余裕で山崎ですね。もうその梅酒じゃない、もうここまで来るとこれは梅酒ですね。美味しい梅酒、もう甘いとろっとした美味しい梅酒。もうこちらはですね、もう本当にもうブランデーとかのレベルですね。これはもうちゃんと梅の味もあるし、木の樽の香りもあるし、でウイスキーのフルダレを使ってゆっくりと丁寧に時を重ね、その後にグレーンウイスキーとモルトウイスキーをブレンドしてるっていうね、もう無敵やな。5000円台の梅酒でこんだけうまいんだったら、もう2万2000のやつもすごいんでしょうね。かといって蝶屋が美味しくないわけではありません。もうめちゃくちゃうまい、本当に。鳥貝取る人はね、一棚ぐらい取ってきますね。贅沢食い行ってみたいと思います。いただきます。あ、うまっ。毎日おかずに取ってますけど、鳥貝は、自分は売るほど取ってませんので、何でもこう棚にならないといけないんですよね。ある程度20個ほど売ったんじゃダメなんですよね。この中にね、一つだけねあった。自分がちょくちょくYouTube で紹介しているこれですね、はじき。自分らははじきって言ってますけど、鉄砲エビっていうのかな、それのピンクのやつがいるんですよね。しましま柄じゃない方のピンク一色のやつがいるんですよ。それが美味しいんですよね。多分市場には出回らないんで、これは食べれないと思うんですけど、これ揚げたのが美味しいんですよね。柔らかくてね、はじきはね硬いんですけど、これは柔らかいんですよ。うまい、めちゃくちゃ美味しい。甘い。はじきも味濃いですけど、こっちの方が甘い感じですね。はじきはなんかだし味の感じ。それと大ネズミ貝取ってみました。これもね、今年ぐらいから見始めたと思うんですよね。見たことないですね、今まで。つぶ貝と同じような味だと思うんですけど、肉はつぶ貝よりちょっと黄色っぽいですね。つぶ貝正直あんまり好きじゃないですよね。硬いだけで味があんまりない貝なんですよね。ただこの大ネズミ貝食べたことないんで、ちょっとだけ醤油をつけまして、わさびちょっとつけていただきます。硬っ。つぶ貝も硬いですけど、もう倍硬い。これは食用ではないな、もうここまで来ると。おじさん初めて食べます。姫路っすね。いただいてみたいと思います。いただきます。これはもうかなりうまい。驚くほどに美味しい。もうこんなに美味しいんなら、もうこれからは毎回取ります、おかずに。でも一応今日のメインはこれです。笹牛の下。これもですね、自分が動画の中で何回も言ってますけど、じいちゃんたちは食べてたそうです。酢漬けって聞いたんですけどね、先輩に。酢漬けがちょっとイメージできてなかったんであげてみました。いただきます。なるほど。近年食わなくなった理由が分かりますね。決してまずいとかじゃないですし、ちゃんとゲタの味ですけど、普通に赤ゲタ食ってた方がいい。を唐揚げに食べた方がもう3倍美味しい感じですかね。今回もご視聴ありがとうございました。いや、梅酒としてはもう蝶屋の方もこれ最高ですね。ただ酒じゃねえな、ジュースでな。これちょっとは多分こっちの方が好きかも。もう山崎の方はもう完全酒じゃもんな。これ頭もげとるやんか。頭がもげんように押さえとく。手がだるい。なんじゃそれ。ちょっと